はチョコバナナスコーンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコバナナスコーンを作りたいと思います。今回チョコバナナということで、チョコレートとバナナを生地に練り込んで作っていきたいと思います。上手に焼くコツや、あとはザクザクに仕上げるコツなど作りながらご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー、無塩バター、お砂糖、牛乳、卵、チョコレート、バナナ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、バターは必ず無塩のもので、かつね、冷蔵庫からすぐ出した冷たいバターを使用するようにしてください。そして今回スコーンの中に卵を少し加えていきます。この卵を加えることでザクザクっとした食感と、あとはふっくらした腹割れスコーンに仕上げることができます。そして使うチョコレートですが、こちらはお好みのチョコレートを使っていただいて OK です。今回私はガーナのブラックチョコレートを使っていきます。そしてバナナですが、賞味 90g 使っていきます。なので小さいバナナの場合は2本ぐらい使っていただくといいかなと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらの卵ですが丸々1個使いません。なのでまず溶きほぐして、その後ね計量していきたいと思います。まずボウルに卵を割り入れます。そしてよく溶きほぐしましょう。はい、このように綺麗に溶きほぐしてください。そしたらね、計量していきます。今回卵液は 20g 使っていきます。はい、これで OK です。こちらが生地に使う卵液になります。計量器がない方は大さじ2杯入れてください。そしてこちらの余った卵液はツヤ出しに使っていきます。卵の準備はこれで OK です。続いてこちらのバターを細かく切っていきます。だいたい1センチ角ぐらいの大きさにしましょう。はい、バターの準備は OK です。このぐらいの大きさに切ってください。続いて粉類を混ぜていきます。まずボウルに強力粉、そして薄力粉、あとはベーキングパウダー、そしてお砂糖も一緒に加えます。まずね、この粉類を混ぜていきます。はい、 OK です。このように均一になるようにまんべんなく混ぜてください。そしたらね、こちら切ったバターをこの中に入れていきます。はい、このように入れてください。そしたらですね、このバターを指でねすりつぶすようにして、この粉類と合わせていきます。少しね時間はかかるんですけれども、このような作り方をしていただくことでザクザクっとした美味しいスコーンに仕上がります。ではね、このようにどんどんねすりつぶしながら混ぜていきましょう。今ね1分ぐらいすり混ぜました。そうするとね、だんだんこのように生地がねポロポロしてきます。もう少ししっかりとすり混ぜていきます。はい、 OK です。このようにね粉チーズみたいになったの分かりますかね。生地が黄色みがかってポロポロっとした状態になってます。このぐらいになるまでしっかりとすり混ぜてください。そうしましたらここにラップをしてください。こちらの生地は使うまで一度冷蔵庫で冷やしておきます。このように生地を冷やしていただくことで生地がザクザクっとして、さらに腹割れしやすいスコーンに仕上がります。では冷蔵庫にしまいます。続いてバナナ生地を作っていきます。まずね、バナナを適当にちぎってボウルの中に入れましょう。はい、そうしましたらこのバナナをマッシャーかまたはフォークで潰していきます。はい、このように細かく潰してください。でもしね粗めがいい方は粗めに潰していただいても OK です。そしたらここに卵の液と、あとは牛乳を加えます。そしてこれをよく混ぜましょう。はい、バナナの生地はこれで OK です。それではこちら冷やしておいた生地にバナナの生地を加えていきます。この中に入れましょう。一度にね入れちゃって OK です。そしてゴムベラで切るように混ぜていきます。この時注意していただきたいのが、絶対ねこねたりしないようにしてください。ここでこねてしまうと生地がカチカチに硬くなってしまいます。ではこのようにね切るように混ぜていきましょう。最初はねパサパサしてるんですが、だんだんね粉っぽさがなくなって生地がまとまってきます。はい、今ね粉っぽさがなくなってこのように生地がだんだんまとまってきました。そしたらですね、こちらのチョコレート3分の2をですね手で細かく砕いて入れていきます。この時に手が熱かったりした時は包丁で刻んで入れていただいた方がいいかなと思います。では入れていきます。残りの3分の1のチョコレートは最後ね焼く前にトッピングで表面にのせていきたいと思います。
このように砕いたらまずねざっとまた切るように混ぜていきます。チョコレートがだいたい混ざったら、今ねまだ生地がポロッとしてるんですけれども、この生地をね押し付けながらひとまとめにしていきます。このようにゴムベラでぐーっと押さえつけて生地をまとめてください。この時もですね絶対こねないようにしてください。はい、このようにひとまとめにしてください。ではね、まな板にラップを敷いて、そしてこの上に生地を置きます。少しね手でグッグッグッと押さえて、そしてひとまとめにします。そしたらラップでくるみましょう。これあんまりね手で触りすぎると生地が温まってしまいますので、手早く作業してください。はい、これで OK です。それではね、こちらの生地を一度冷蔵庫で30分休ませます。そうすることで粉類と水分がしっかりと馴染みます。さらにですね、グルテンも弱まってとてもサクサクっとした食感に仕上がります。では30分冷やします。はい、30分経ちました。ではまな板に強力粉を敷いてください。強力粉がない場合は薄力粉でも OK です。そして生地を置きます。生地を置いたらスケッパーなどでまずね生地を半分にします。で、半分にしたら生地を重ねて、そして上から押さえつけます。この時もねスケッパーに薄く強力粉をまぶしておいてください。だいたいね厚さ2センチぐらいになるまで押し付けます。はい、こんな感じです。そしたらまた半分にします。そして重ねて、また上から押さえつけます。で、またね半分にして、そして重ねて押さえつけます。これで最後ですね。これを半分にして、そして重ねて、で上から押さえつけます。そしたらね形を少し整えます。今回は9等分にしていくので、大体で大丈夫なので正方形ぐらいになるように形を整えます。はい、OK です。このように生地を切って重ねて切って重ねてという作業を数回繰り返していただくと、綺麗に腹割れしたスコーンに仕上げることができます。それでは最後もう一度ねこの生地をラップでくるみます。はい、そうしましたらこちらを冷凍庫で10分から15分冷やします。この後ね切るんですけれども、冷凍庫で一度冷やしていただくことで綺麗に切ることができます。では冷やしたいと思います。はい、15分経ちました。そしたらね一度厚みをチェックして、だいたい厚みが2センチから 2.5 センチになるぐらいまで一度形を整えます。ここでねあんまり触りすぎると今度は切った時にね切れ目が綺麗にならないので、触りすぎには注意してください。はい、OK です。それではね今回ね9等分にしていくんですけれども、全部ね角が立ったような四角いスコーンにしたいので、まずね周りを切り落とします。もちろんそのまま使っていただいても OK です。では切り落としていきます。はい、このように切りました。あとはね9等分にしていきます。はい、OK です。そしたらね天板にスコーンを置いてください。そしてねこちら余った生地はまずね半分に切って、だいたい2個ずつセットで重ねて、そして押さえつけます。で、少し形を整えます。このような形にしたらこれを半分に切って、このようにミニスコーンにしたいと思います。では残りも同じように作っていきます。はい、OK です。余った生地もこのようにして一緒に焼いてください。それではこちらのねスコーンに卵液を塗っていきます。それではね残しておいたこちら3分の1のチョコレートを砕いて上に乗せていきます。乗せるときはですね少し指で押さえつけて乗せるようにしてください。はい、OK です。それではこちらを190度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。こちらのスコーンもね一緒に焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。このようにねふっくらと焼き上がってます。こんな感じでね美味しそうに腹割れしてます。それではこのまま粗熱を取ります。はい、これでチョコバナナスコーンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにザクザクで美味しそうに仕上がってます。そしてね周りを全部ね包丁で切ったことで角の立った美味しそうな四角いスコーンに仕上がってます。そしてこちらが余った切れ端で作ったスコーンです。こんな感じです。余った切れ端もねこのように可愛い一口サイズのスコーンにして一緒に焼いてみてください。そして中はしっとり美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。外側がすごくサクサクです。ではいただきます。
外側がすごくザクザクで中はしっとりとした仕上がりになってます。バナナの風味がほんのり香ってとても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコバナナスコーンのポイントです。まず材料のバターなんですけれども、このバターは必ず冷えてるものを使用するようにしてください。そして卵はですね、生地に入れる分と、あとは表面に塗る部分があるので、最初に溶きほぐして計量して分けておいてください。そして生地を作る時なんですけれども、まずね、粉類などを混ぜて、その後細かく切った冷たいバターを入れて、指で粉類としっかりとすり混ぜるようにしてください。目安は粉チーズのようなね、ちょっと黄色みがかったポロポロっとした生地になれば OK です。そのぐらいになるまでしっかりとすり混ぜるようにしてください。そしてこの生地はですね、バナナの生地を作っている間は冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることでね、サクサクっとした食感に仕上がりやすくなります。そしてその後ですね、バナナの生地を加えるんですけれども、バナナの生地を加えたら切るように混ぜてください。ここでね、こねてしまうと生地がガチガチに硬くなってしまいますので、絶対ね、こねないようにしてください。そしてひとまとめにした生地なんですけれども、こちらは一度冷蔵庫で休ませてください。そうすることで水分と粉類がしっかり馴染んで、かつサクサクっとした仕上がりになります。そして一旦休ませた生地は半分に切って重ねて押しつぶして、半分に切って重ねて押しつぶしてという作業を3回から4回行ってください。そうすることでふっくら膨らみやすくなります。そしてその後生地を切るんですけれども、一度冷凍庫で冷やしていただくととても切りやすくなります。今回はですね、このようにちょっとカクカクっとしたスコーンに仕上げたかったので、周りも切り落として、そして9等分にしました。こちらの切り方はお好みで OK です。お好きな形で作ってみてください。そして残しておいたチョコレートを置いてください。このように最後ね、チョコレートを置いていただくことでとても可愛い仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコバナナスコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。